おはようございます。何日目だろう何日目かです。今までの Vlog でも話したんですけれども、私は今、自分で立ち上げたブランドの海外展示会が決まりまして、モナコで展示会をしております。ということで、今日は展示会最終日、頑張ってきます。ただいまの時刻、朝の5時半です。6時にパン屋さんがいてくれるので、とりあえずテイクアウトしに行きたいなと、もう少し時間が経ったらね、思いますので、それまでちょっとお仕事をしたいと思います。はい。そんな感じで私は2年前に立ち上げたブランドの展示会のために今回ヨーロッパに来ています。で、私が滞在しているのはフランスのニース。そして展示会があるのはニースから電車で約20分のモナコという国です。なので今回はニース、モナコ、そして帰りにはドバイの Vlog が上がる予定ですので、ぜひ他の Vlog もチェックしてみてください。という感じで、昨日と同じパン屋さんに来ました。詳細は昨日の Vlog をご確認ください。じゃあ食べていきます。はい。帰ってきました。お惣菜系。なんかバケットの上にピザみたいな感じで、そう、乗ってる長いやつ。あと、昨日も食べたんだけど、オフランスと言ったら、クロワッサン。そう、昨日も話したんだけど、こっちの現地っ子たちが、このクロワッサンをホットチョコレートとかラテとかにこうやって浸して食べてるのがなんかすごい可愛かったから。で、私のホテル、ラテマシーンが無料で使えるので、そこでホットチョコレートを今作ってきたので、今日はホットチョコレートに浸して食べたいなっていうのと、あと、ラテマシーンでプラス、アメリカのカフェオレ作ってきたからいっぱい朝ごはん食べていきます。で、まずはこちらから。おいしい。めっちゃおいしい。ただ温めてほしかった、ちょっと。まあいいけどね。なんか私も昨日、こっちに住んでる人から教えてもらって知ったんだけど、実はニースからイタリア、今そうフランスじゃん。からイタリアまでもう電車ですぐサクって行けるらしくって40分ぐらいっていう風に言われて、だからなんかすごいさ、ここいてもイタリアンがめっちゃ多いなって思ってたの、私的に。そしたらやっぱそう、こっちにわざと働きに来る人もいるし、みたいなことを言ってて、結構もうイタリア人とか全然いるよみたいな感じだったから、だからこういうピザ系のやつもめっちゃ美味しい。超冷めてるのもすごく美味しい。次。クロワッサン。このクロワッサンだけ食べても信じられないぐらい美味しかったんだよね。もう本当に、やっぱ本場は違うって感じ。本当にやばい。マジで。で、今日はこちらをホットチョコレートにディップしていきたいと思います。はい、いただきます。垂れそうで怖い。パソコンがあるから垂れそうで怖い。飛んだわ。マジで。めっちゃうま。いやでもどうだろうな、私。そのまま食べるクロワッサンが一番美味しいかも。でも美味しい。こんな感じで食べながらちょっと私は今日の展示会用のちょっとお仕事やっちゃいたいと思います。はい。では時間になったので、モナコにある展示会場まで行きたいと思います。最終日頑張ってきます。はい。そんな感じで今日も電車でモナコに向かっていきたいと思います。で、かなり早めに着けたので、モナコのスタバ行きました。で、モナコってやっぱりね、なかなか行く機会もなければ、レポ動画もなかなか上がらないと思うので、スタバいっぱい映してきました。
で、タンブラーはもう可愛すぎて1個買いました。ので、後ほどアップする購入品動画で紹介したいと思います。で、フードこんな感じで、スムージーもこんな感じです。で、私次の日にフランスのスタバにも行ってるんですね。で、フランスとモナコって違いあるのかなって思ったんですけど、結果から言うと一緒でした。はい。多分ね、なんか売ってるタンブラーと、あとシーズンメニューは一緒だったから、基本変わりないかなって感じです。モナコ3キロ3キロのちっちゃい国なので、もうモナコは基本フランスと一緒なのかなっていう感じでしたね。はい。なので、こんな感じです。そして、はい、会場に向かっていきます。で、私、モナコに入れるのがこの日が最後だったので、結構いっぱい風景を映してきました。なんか、デイ1の時にもモナコの風景いっぱい映してるんですけど、それ、夜だったので、夜も綺麗なんですけど、朝のモナコもちゃんと映そうということで、はい、朝のモナコもめっちゃくちゃ綺麗です。本当に。品のある、本当にすごいところでした。で、ここはあれです。F1 レースの超有名なヘアピンカーブのところで、はい。その真横の建物が私たちの今回会場だったので、そこでお仕事してきて、で、お仕事終わって帰ったんですけど、もう今からちゃんと話すけど、このお兄ちゃんが本当にもうぼったくりお兄ちゃんだったので、はい、話聞いてください。はい。今、すべてのお仕事が終わって帰ってきました。ホテルです。で、全部の展示が終わった後、ご飯会があってそこで、モナコで飲んできて、皆さんお気をつけくださいということだけ、はい、お話ししますね。今私が滞在しているニース駅前のホテルからモナコまで、ウーバー使った時に47ユーロだったんです。で、帰り道に私 Wi-Fi が切れてしまって、ご飯を食べてる時に。だから、お店の人にタクシー呼んでもらって、タクシーで今ここまで帰ってきたんです。帰り90ユーロして、それはおかしいから、普通に私これ持ってるから、ウーバーで47ユーロなのみたいなことを言ったんだけど、これはウーバーじゃないタクシーだからとか言われて、もうすごい結構、脅されて、だけど私も結構もう引かなくって、90ユーロなんてありえないから払えないみたいな感じで言って、もう一切お金を出さなかったんだけど、ニースって治安がいい国ではないんです。今回ご飯食べてる時もニースに滞在してるっていう風に言ったら、電車乗る時気をつけて、普通にナイフ持ってる人全然いるよみたいな感じで言われて、で、ナイフ持ってる話を突然思い出して、ちょっとここで死にたくはないなって思ったから、とりあえずカード出して、もう降りてすぐ、もうホテルに行って、で、私、ロビーのお兄ちゃんと仲良くなって、で、レシートもらったから、それ見せて、コレクトプライスって言ったら、もう、倍の金額請求してるよ、この人、みたいな感じで言ってて、90ユーロだよ、ありえなくない？もう20分くらいしか知ってないんだけど、こっち。20分走って、15,000円くらい払いました。ということで、皆さんお気をつけてください。まだナイフ突き出されないだけマシだと、自分の中でポジティブに思っておきます。はい。ちょっとあの時はもうぼったくられ直後でパニック状態だったので、あれだったんですけど、ちょっと落ち着いてから気づいたことがあるので、それレポさせてください。タクシーの中で言い争ってる時、いや絶対90ユーロじゃないだろって言い争ってる時に、あっちがすごくこのレシートを、ちらつかせてたんですよ。もうこれ渡すからいいだろみたいな。で、パッて見た時に、ちゃんとした会社っぽいし、電話番号もついてるし、ってことは本当に90ユーロなのかなちょっと私も思っちゃったんですよ。だし、そのナイフの話とかも思い出して、で、最悪ここで言い争っても絶対この人折れないから、もう一回払っちゃって、後でここに電話をしたり、最悪ホテルの人に頼んでね、何かしら対策取ってもらえばいいから、一旦ここは引こうかなみたいな気持ちで、90ユーロパッて払ったんですよ。で、落ち着いたタイミングで、次の日によく見たら、乗ったところはモナコなんですけど、降りたところが空港ってされてて、で、確かにモナコから空港まで乗ったら、正規の値段で本当に90ユーロぐらいなんですよ。だけど、モナコからニースは45ユーロなんですよ。絶対にそれぐらいなのね。後から多分電話して、ぼったくられたって言っても、このレシートにはモナコから空港まで乗ったって記されてるから、これだとお金返ってこないわと思って、泣く泣く諦めたんですよ。なので、これ、タクシーモナコだから多分モナコに行く人限定でしかこの対策はできないと思うんですけど、もし海外に行く人いたら、
日本は行き先とか書いてないレシートじゃないですか。に慣れてしまってるけど、もしこういうの渡されたらちゃんと乗ったところ、降りたところがちゃんと合ってるか見たらぼったくり対策になるかなというふうに思います。あとはまあすごく基本的なことだけど、まあメーターがついてないとか、あと、まあ乗った瞬間にハウマッチって聞くとかですかね。はい。で、なんか私は正直、まあ、ぼったくられることの想定はしてたんですよ。なんか乗った瞬間に、あ、メーターないなって思ったけど、まあ、ぼったくらないタクシーなんていないし、まあ、ウーバーより高いのは承知してたから、まあ、10ユーロぐらいは高く取られるだろうなって思ったから、あえて聞かなかったんですよ、ハウマッチって。なんか、運転手さんによっては、うわ、観光客なのに来てくれてありがとうって思ってすごくもてなしたい人もいるじゃないですか。なのにこっちが警戒心バチバチで、ハウマッチ、ハウマッチってすごい聞いてたら、すごい嫌な気分になるじゃないですか。そんなことされたら。って思って、私は結構、良心的な気持ちで、ハウマッチってわざと聞かなかったんですよ。そう。だから、ね。はい、という感じなのですが、はい。なので大丈夫です。元気にやっております、今。っていうのと、ですね、モナコ、なんでか私はい、ウーバー呼べなくって、なんか Wi-Fi 切れてたって言ったんですけど、お店の Wi-Fi 借りて私 Wi-Fi つなげてたんですよ。だからアプリは開けてたけど、ずっとなんか利用できませんって言われてて、だから、もう Wi-Fi ここ弱いんだなって思って、ウーバーのアプリ繋がんないんだってちょっと思っちゃったんですよ。けど日本帰ってから知ったんですけど、モナコってウーバー認められてなくって、例えばイタリアとかフランスからモナコに下車するのは OK だけど、モナコからの乗車はできないようになってるんですって。はい。で、なんか昔だったら、まあモナコって3キロ3キロのちっちゃい国なので、正直もうどっかしらに歩ってればすぐ国境なんて越えるんですよ。もうなんかちょっと歩ったらね。だからみんなは、まあモナコでご飯とか食べててもちょっとまあお散歩がてら歩って国境を越えたところでウーバーを呼んでたらしいんです。けど、それに、まあ、ウーバー側が気づいて、もうモナコの国境周辺、だから実際フランスとかイタリアに入ってても、もう国境、まあ、数キロ超えないと、ウーバーのサービス利用できないように今なってるみたいなので、結局、モナコからどこかに行く人はタクシーを使わざるを得ないらしいですので、皆さんお気をつけてください。ちなみに、モナコ内の移動は全部統一料金になってます。日中は18ユーロ、夜間が22ユーロのもう統一料金です。モナコ国内なら。だけれども、私の周りのビジネス関係者の人は、ほぼ全員日中22ユーロ全員取られてて、だってそんなことがあるなんて知らないじゃんね。だからそう、モナコは統一で22ユーロだよって言われて、みんな、あ、そうなんだって思って乗ってたら、そうらしいです。日中は全員18ユーロなので、そこもモナコ行く方はお気をつけてください。はい。こんな感じだったんですけれども、次の Vlog はですね、もう、ニースでショッピングをして、ニースの空港ラウンジレポして、エミレーツのレポをして、エミレーツが取ってくれたホテルのレポをして、ドバイで地元っ子に大人気のカフェバーに行って、ドバイのラウンジレポをして、またエミレーツレポをして、日本に帰国するという、もうとっても盛りだくさんの内容になっておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。はい。それではご視聴ありがとうございました。